Hello everybody, and welcome back to Honkai Impact 3rd. So, before we begin, I do have a dorm supply ticket, so we'll go ahead and use that. Boo! 9 away though. 9 away from another character. Or battlesuit. So, let us go ahead and get into Chapter 28, Act 1. Okay. You know what? Yeah, sure, we can stick with this. It's fine. It's whatever. So, we need to meet up with Bronya. Where is she? Okay, Bronya is over here. Kiana, 大丈夫ですか? 大丈夫。でも、オットーを止められなかった。戦ってる最中に突然、私とあいつの間にこの光の幕が現れたの。リリア、どうしたの？今は寝てる場合じゃないでしょ？私たちはまだ。あれ、私も急に眠くなってきた。 Girl, I feel you. I did not get much sleep last night. リリア？ここに近づけば近づくほど体が重くなります。この感覚、人形に力を奪われた時に似ています。ですが、同じではありません。もしもし、通信は正常かしら？誰か聞こえる？学園長、こちらはキアナ。通信は問題ないよ。今は教会堂の前でブローニャたちと落ち合ったところ。よかった、無事なのね。さっきから通信の電波が乱れてて、あなたたちもベルトみたいに連絡が取れなくなったんじゃないかって心配してたのよ。私と博士も教会堂の方角に出現した巨大な光の幕をハイペリオンから確認したわ。メーターは異常なエネルギーの数値を検出してる。現場で何か分かったことはある？光の幕は多分オットーの仕業だよ。私たちを隔離するための策なんだと思う。それが上がった後、オットーは一人で教会堂に入っていったの。おじい様、やはり。光の幕が現れた時、虚数の木の贈り物とか神の力とかブツブツ言ってたよ。そうだ、私が到着した時、オットーは黒煙白花を手にしてた。一人目の客人の落とし物だって。黒煙白花？一人目の客人？まさかデュランダル？彼女はオットーの部下でしょ？仲間割れ？わからない。とにかく光の幕で教会堂の外に隔離されてる状態で、目の前には黒煙白花が突き刺さってるの。それにおかしなことに、この光の幕は律者の力に対して消耗や抑制の効果があるみたい。テレサさん、どう思う？もはや疑う余地はないわ。全てが証明してる。光の幕は約束の律者の力が具現化したものである可能性が高いわ。心音結界のようにね。どういうことです？約束の律者？この小さな町に約束の律者が現れたっていうの？みんな落ち着いてくれ。僕たちが言っているのは約束の律者の力だ。少なくとも
新たな律者コアの出現は観測されていない。疑似制約の十字架でもこれほど大きな結界は生成できないわ。オットーの話をまとめると、虚数の木の力を源にしていると考えた方が妥当だ。どっちにしろ今の状況は厄介よ。できるだけ早く光の膜を取り除く方法を見つけなきゃ。中に入ってオットーを倒すのが一番重要だもの。キアナ、ブローニャ、あなたたちはまず全員を安全な場所に避難させて、光の膜については博士たちと解決方法を探るから。いい？絶対に光の膜に近づかないこと。それが本当に約束の力なら体に取り返しのつかない影響を受けることになるわ。分かった。近づかないようにする。私の番ね。目標はそっちね。Don't get close to the light curtain. Head towards the light curtain. 行きましょう。 No. 目標はそっちね。 Oh, no. We were supposed to go away from it. I'm so smart. 任務が終わったらまたゆっくり風景を楽しみましょう。 Oh. 行きましょう。 Wait, what? I'm so confused. 目標はそっちね。 So am I supposed to fight these then? Okay, yes. Beyond the justice. I am going to assume that that one side mission that I still haven't done is interacting with stuff weirdly again. Because that seems very likely. 頭の上に気をつけなさい。 Over here. I really should have brought an imaginary character into this. Imaginary battlesuit. I always say character. You know what I mean. Yeah, if I'm gonna be fighting these things, I should be using imaginary. Why am I not doing that? Because that would be the smart thing to do, I guess.
ついてきてください。 I'll take this. Meanwhile, in the Hyperion Command Center. ああ、腹立つ。あいつ自分で正々堂々と戦いなさいよ。境界堂に隠れて出てこないなんてどういうこと？落ち着くんだテスラ博士。怒っていても状況は変わらない。それに僕たちには試す価値のある対策がある。どういうことよ。ボス頭、方法を思いついたのなら早く言いなさい。ハイペリオンにあるムーンライトスローンであの光の膜を破れないか試してみ。ムーンライトスローン、あれは律者に対抗するための武器よね。ムーンライトスローンが律者に対抗できるのはその体内にある崩壊エネルギーを通常のエネルギーに変換するからだ。言い換えればムーンライトスローンの攻撃は崩壊に属さない。僕たちがそれに崩壊エネルギーを与えれば驚異的な威力を誇るビーム兵器として使用することができる。もともと約束の力に対して僕たちが律者の力もしくは普通の崩壊エネルギーに属する武器を使って攻撃してものれんに。でも通常のエネルギーを使った兵器なら気にすることなく思う存分攻撃できるってわけね。Makes sense. もっと早く分かっていればシルバーバレットを全部持ってきたのに。そうなると周りにいる罪のない人たちのことを考慮しなければならない。いずれにしても確かなことは光の膜が約束の力をどういった原理で実現していたとしてもエネルギーを散逸させるためには何らかのメカニズムが必要だということだ。メカニズムさえあれば許容値にも限界がある。約束の力は当然通常のエネルギーも無効化するがそれは本来の機能ではない。だから僕たちの火力はよりたやすくその限界値を超えられる。平たく言えば我慢比べね。その通りだ。じゃあもしムーンライトスローンの力が光の膜の限界値に届かなかったら他の方法を探すしかないだろう。つまり念のため最初からハイペリオンの全エネルギーを使って一か八かの賭けに出るのね。しかし逆に言えばムーンライトスローンの最大出力で攻撃して失敗すれば僕たちはハイペリオンの全戦力を失うことになる。確かにそうね。あの悠然とした態度からするとおじい様は絶対に奥の手を残してるはず。いずれにしても計画自体に問題はないわ。先にキアナたちに情報を共有する。ムーンライトスローンの出力設定と関連する準備作業は2人の博士に任せるわ。問題ないわ。大したことじゃないし死者の出力はじゃんけんで勝った方が決めるってのはどう？ A few minutes later. キアナ、ブローニャ、聞こえる？聞こえるよ、学園長。何か指示があるのですか？ムーンライトスローンで境界堂の光の膜をどうにかできないか試してみることになったの。あなたたちはみんなを連れて余波を受けない場所に行ってちょうだい。計画が成功したらあなたたちは安全を確保して光の膜に入りおじい様と対決する。私たちもすぐに向かうわ。ムーンライトスローン？キアナ、原理は後で博士たちに説明してもらいましょう。今は学園長の言う通りに動くのが先です。ああ、確かに急いだ方がいい状況だよね。前線の手配はこれで大丈夫よね。テスラ博士、そっちはどうかしら？テスト用の出力はボス頭の提案に従って 20% に設定したわ。ムーンライトスローンはいつでも起動可能よ。よし。キアナ、あなたたちは？みんな安全な場所に集まったよ。分かったわ。テスラ博士、始めても大丈夫よ。了解。ハイペリオン対律者武装手法ムーンライトスローン起動。
As Selene unfolded, the Hyperion began to make the sound of focusing energy, like thousands of turbines turning at the same time. システム制御完了。出力制御完了。軌道制御完了。目標ロックオン。距離誤差調整完了。Whoa. Whoa. ムーンライトスロー発射。 I didn't expect to actually control that, not gonna lie. A beam of white light struck the light curtain. With a loud bang, a clear hole appeared. よしシャワ成功ね。キアナ、そっちはどう？問題ない。光の膜に開いた穴がはっきり見える。じゃあ早速最大出力で。待ってください、テスラ博士。何かがおかしいです。どうしたのよ。光の膜がすごいスピードで元に戻った。修復した？くそ、そんなに簡単にはいかないってわけね。あいつはあの結界を用意しただけじゃなくて修復手段も考えていたのね。それともこれもあいつの力の一部ってやつ？ボサ頭、あとそこの長光、さっきの試写で光の膜の限界値は計算できた？もちろんだ、テスラ博士。いい知らせと悪い知らせがある。こんな時にもったいぶらないでよね。早く言いなさい。いい知らせはムーンライトスローンの攻撃は確かに有効で僕たちは正確な限界値を得られた。悪い知らせはその限界値がかなり高い。ハイペリオンに残っている 80% のエネルギーを使ってもあの光の膜を完全に破壊することはできないだろう。そして光の膜を完全に破壊できなければキアナさんが見たように自動で再生してしまうわ。なんですって？ 20% のエネルギーで穴を開けることができたじゃない。たとえ4倍のエネルギーを再び投入したとしてもより大きな穴が生じるだけで自己修復の速度には追いつかない。徹底的に破壊するなんて言うまでもない。光の膜を完全に破壊するには少なくともハイペリオンの全エネルギーの5倍の崩壊エネルギーを調達する必要があるでしょうね。それほどのエネルギーをどうやってハイペリオンに集めて使うかは今は言わないでくれ。その理論値で必要な力はムーンライトスローンで発射可能な力の最大値を超えている。つまりムーンライトスローンを使う計画は不可能ってこと？残念ながら僕は認めるしか。待ってください、アインシュタイン博士。もしかしたら先ほどの知らせはどちらもいい知らせかもしれません。悪い知らせがどうやったらいい知らせになるのよ。無から何個もムーンライトスローンを生成しろと？はい、その通りです。Ho ho, you have all forgotten. You have a Hersher of reason. は？本気なの？待って、まさか。はい、断りの律者の力を使い必要な出力を満たせる数のムーンライトスローンを構築します。なんですって？そんなことができるの？ Why is this coming as such a surprise? Welt can summon, like, entire mecha armies. もちろんとても困難です。ベルトさんですら成し得なかったことですから。でもこれが今一番試す価値のある方法です。 Is this really that much harder? ブローニャには成功させる自信があります。A few months ago. 彼は第一次崩壊の生存者。当時ベルリンが廃墟と化していた。天命が彼を見つけた時、彼は崩壊の中心にいた。君の推測は間違っていない。それは前のベルト、一人目の断りの律者だ。When the man beside her shared this story, Bronya noticed he sounded a bit tired.
Back then, things like Hersher of Reason and Welt seemed distant to Bronya. The core wasn't a part of her story yet, nor the figures in her dreams a part of her experience. That was a name that carried a lot of hope, but it was not Bronya's. ブローニャ、君は誤解しているかもしれないが、俺は常々断りの律者が表しているのは単純な力ではないと言っていた。この言葉に含まれる別の意味は、断りの律者には今の俺が制御できる部分をはるかに超えた潜在能力がある。断りの律者はある種の信念を表している。人類として崩壊に対抗する。人類として神に反抗するという信念だ。一人目の断りの律者が人類のために戦うことを選んだ理由は、彼が人類としての意志を保っていたのと同時に、コアの中にいる30万人の思想を受け入れたからなんだ。30万人の思想、それは彼の精神にとって大きな負担になったはずです。そうかもしれない。だがそれが真の断りの律者だ。俺たちは常に自分が人類だということを忘れずに、人類の苦痛を背負って人類の敵に反抗してきた。それは人類が歩んできた歴史を表している。そしてその強さは人類の文明が積み重なってできたものだ。今それは君に受け継がれているんだ、ブローニャ。それはとても重く、俺ですら律者の全ての力を発揮することはできない。同時にそれはとても軽い。今は君の体内で静かに眠っているだけでもう拒絶反応は起こらないだろう。もちろん何かを無理に受け入れろとは言わない。君に断りの律者の歴史と夢の中で見たあの人影たちについて説明しているだけだ。そして俺よりも君の方がうまくやれると信じているよ、ブローニャ。君は俺よりもはるかに崩壊エネルギーに対して適性がある。戦闘の経験も技術も断りの律者になったばかりの頃の俺より上だ。俺はたった一度だけ30万人の思想との融合に成功したことがある。それも第二次崩壊の後で前の体を再構築していた時だ。体の再構築、それも前のですか？あの時は俺もさすがに無理だと思っていた。人体の全細胞がどのように構成され、どのような状態になっているかを完璧に知り尽くしている人間はいないだろう。だがコアの中で30万人と正面から向き合い、体を再構築して人類のために戦い続けることを決意した時、コアの力が俺を助けてくれたんだ。30万の思考が同時に入ってきて、互いに潰し合い引き裂き合い、俺の意識は粉々になりそうだった。だが俺は成功した。無から自分の人間としての体を復元させたんだ。あれは俺が唯一断りの律者の力を完全に解放した瞬間だった。ああいった精神同調の負担はあまりにも大きい。漁師の海で再び体を再構築し、あのケビンへの反撃を試みた時、コアは俺が同じことをしないよう阻止してきた。俺は構築の記憶を読み取り、タイミングよく何とか戻ることができたんだ。今のこの体と律者コアの適応状況は見ての通りだ。でも俺は君の状況は全く違うと信じている、ブローニャ。君は俺よりもはるかに才能がある。だがそれだけじゃない。君の目の中に当時の彼のようなベルト・ジョイスと同じ光が輝いてるからなんだ。君は彼のことを知らないだろうが、同じタイプの人間だと俺が保証するよ。ブローニャ、まずは他の選択肢を考えた方がいいんじゃ。安心してください、学園長。ブローニャは自分が何をしているか理解しています。本当に大丈夫なの？バカですね。キアナはよくこういうことをしてきましたよね。自分は良くて他の人はダメなんですか？分かった。
あんたを信じるよブローニこちらも了解した。ブローニャ、現場の指揮は君に任せるよ。ャ。私たちはハイペリオンでムーンライトスローンの2度目の、つまり最後のチャージを行い、あんたの合図とともに攻撃するわ。やるからには。ネゲントロピーは皆断りの律者の信念に背いてはならない。わかりました。キアナ、ゼーレ、それからロザリアとリリア、ブローニャのフォローをお願いします。今回構築するものは非常に膨大です。ブローニャは何らかの事情によって中断されたくありませんし、そもそも中断できません。問題ないよ。ゼーレに任せて。ブローニャはみんなの力を信じています。またこれまでとは違って今回の律者コアの完全覚醒とムーンライトスローンの使用は膨大な崩壊エネルギーを必要とします。その時になったらみんなに合図をするので、できるだけブローニャに力を貸してください。お願いします。わかった。わかったよ。リリア、みんなさっきから何を言ってるの？ムーンライトスローンとか構築って何のこと？ Just go with it, Rosalia. リリアにもよくわからないよ。でもブローニャ姉さんをしっかり守ればいい。ああ、それなら理解できるわ。それでは作戦を開始します。崩壊を一掃することはバルキリーの責務です。 Protect Bronya. 準ブローニャの邪魔なんてさせない。Why did it send me back there again? 受け取ってブローニャ。あいつに私たちの力を思い知らせてやろう。私ちゃんとブローニャお姉ちゃんを守るから。It is so weird how it keeps teleporting me around. Oh, there's two of them there now. Oh my god. Fuck off. Wait for you to turn around and leave, I guess. Oh my god. Will you let me go over to Bronya? So... Okay, clearly I need to get rid of you guys.
Okay, so I actually finished that. Cool. So what am I supposed to be doing here? There's no other enemies here. Hello? Who here is imaginary? Nobody who's like well built. Okay, then we're sticking with this. Okay, well, hopefully with that side mission dealt with, it's not gonna mess this up anymore. It's been a while since the last time I've done anything with both twins. Actually, it's been a while since I've done anything with either of them, really. But, like, I don't have Rosalia, so... Hersher of Reason core energy, 100%. As the core of Hersher of Reason is gradually filled with external energy, Bronya began to feel that her spirit was sinking into the depths of the core. She knew that as long as she stayed in this state, she'd be able to sense that place. Bronya was here again, in this dreamland full of scorched earth. But this time, she already knew who the figure was in front of her. He was the first Hersher of Reason, the hero who saved New York, who once made the tyrant above watch the stars crumble. His name was Welt Joyce. Their name was Welt Joyce. 30万人の思想とはこういうことなのですね。Bronya noticed that those who were walking on this scorched earth were both shadows and not shadows, both fragments and not fragments. It was the thoughts of 300,000 people that formed this unique core. It was this unique core that allowed the thoughts of 300,000 people to be passed on to this day. Not one of them was Hersher of Reason.
and yet all of them were her sure of reason. Involuntarily, Bronya approached the leading man step by step. 僕たちと同じ子供。また崩壊の被害者？あ、彼女の故郷は私と同じなのね。彼女が断りの律者を継承したのか？彼女が私たちの名前を継承したのか？ Countless thoughts whispered in her ear with every step she took. Bronya knew that the core itself was questioning her, checking whether she really was qualified to be next in line. Finally, she stood in front of him. It was the first time she faced him in the core at such a close distance. That sovereign must have faced him like this before. What was in Welt Yang's mind at that time? And before that, when he was here treading this scorched earth, what was in his mind then? 彼女は崩壊に対抗する戦士だ。こんなに若いのに？彼女には強い意志があるよ。でも幼さもある。The thoughts were still whispering. Bronya's attention returned to him. She sensed the tenderness in his eyes and the stubbornness beneath that tenderness. She finally realized something. The legendary hero was just an ordinary boy. She had seen that sort of ordinary many times before in Seal, and she understood better than anyone else that it was this ordinary that gave Seal her unparalleled tenderness and strength. This time, she felt that she finally understood the meaning of his name, Welt. ブローニャはあなたたちが疑っていること、そしてその理由を知っています。そうです。ブローニャはかつてベルトの名前を継承することを拒みました。世界を守るという重責を背負うなんて不可能だと考えていたんです。ですが今のブローニャには分かります。いわゆる世界とは冷たい概念でも標語の中にとどまる単語でもありません。生きている人が自分だけの唯一無二の世界を構築するのです。それらの世界は周りの世界と融合し、さらに大きな世界を誕生させます。ベルトが表す世界はこの過程を数百数千億回も繰り返して誕生した結果なのです。これまで世界を守る重責を担える人は一人もいませんでした。でも誰にでも世界を守りたいという願いがあります。守りたい人を守り、進みたい未来を切り開き、時に妥協し、時に奮闘し、時に諦め、時に耐え忍ぶ。複雑で多様な人間性が人々の心にあり、それが交わって輝く時に、みんなは人の人たるゆえん、そのアクエルとはただの名前です。ブローニャもただの普通の人間です。その名前を引き継ぐかどうかにかかわらず、ブローニャは先人たちが切り開いてきた道を引き継ぎます。どれだけの力があってもブローニャはその力を使ってみんながいる世界を守ります。ブローニャは永遠に一人の人間として断りの律者になることを選び、世界を守る小さな礎となります。The gentle but determined boy didn't speak. He just quietly watched Bronya and listened to her speak her heart. His eyes were saying, "We knew from the beginning that you would get to this point." 彼女はかつてためらっていた。でも彼女は心の内にあった迷いを乗り越えたわ。以前は怖がっていたよ。でも彼女は内心の恐怖に打ち勝った。もしかしたら彼女は本当に人の新しい希望になるのかも。少なくとも彼女は新たな断りの律者にふさわしい。彼女の意志は今
強固で成熟しているわ。じゃあ俺たちはできる限り彼女を助けるべきだ。 Let's go, Bronya. 神に神戸を垂れない。これが私たちの思想よ。いや、これ以上は言わなくてもいい。彼女はもう覚悟ができている。はい。ブローニャはもう覚悟できています。30万人の思想。今のブローニャは受け入れる決心がついています。精神同調開始。 In an instant, countless soul fragments poured into Bronya's consciousness. These souls had traveled different paths, hesitated at different points, but they finally made the same decision as Bronya. They decided to protect this world that belongs to human beings. It was this decision that made their fate and Bronya's fate intertwine at this moment. The thoughts of 300,000 people poured into her along with their traits. Some of them were determined, some brave, some cautious, others immature. And Bronya also felt the power that her companions had given her before. Rosa and Lily's power was as lively and mischievous as the waves. It felt immature but reliable. Zeal's power was easy to identify. It was as blue and clear as the sky, both gentle and tolerant at the same time. Kiana's strength was as warm as the sun, yet illuminating the way forward like the moon. She had always led everyone like this. There were also thousands of thoughts and thousands of ideas, which overwhelmed Bronya's spirit and tore at her soul. Words flashed across her mind. Human, Hersher, Honkai, civilization. Peace, war, violence, warmth. The spiritual pain didn't last as long as she had expected. She gradually grasped the waves of thoughts, learning to stay afloat as though she were surfing them. She understood that it was the precipitation of these millions of beliefs, the deposition of these millions of years, now gathered into a fervent and pure conviction. Humanity will change the world according to its own will. The power of Hersher of Reason rapidly spread to the other side of the singularity at a speed that Bronya couldn't fathom. Even if it was a weapon that she had only looked at a few times. Even if it was a device whose principles were not fully understood. The complete power of Hersher didn't care about these, as long as the target was within the reach of mortals. Any miracle that civilization could achieve, any height civilization could reach, Hersher of Reason could make it reappear in an instant. 一人の力では足りないかもしれません。30万人の思想も豊かとは言えないのかもしれません。でも今のブローニャは真の断りの律者です。ブローニャは人類の文明を代表して崩壊に挑みます。ムーンライトスローン6倍出力構築開始。Let's go, Bronya! Fire! A loud noise shook the earth. Under the combined impact of the two kinds of energy from Hersher of Reason and the Hyperion, the light curtain shattered in an instant with no sign of recovery. 成功した。ブローニャお姉ちゃん。 Let's go check on Bronya. ブローニャお姉ちゃん。 Bronya lost consciousness.
She created Selene out of thin air. After doing what no other Hersher of Reason had done, she was completely exhausted. Ciel felt Bronya's breath weaken in her arms, as if her soul could fade away at any time.大丈夫よ、ゼーレ。私を信じて。あなたが本当にこれを操れるの？この武器に言いようのない親しみを感じるのよ。私の力に共鳴しているのかもしれない。Oh wow, the first hints of Hersher of Rebirth. 思うに、もしかしたら私はもともとこれの使い方を知っているのかもしれないわ。わかったよ。でもゼーレも一緒にやらせて。そんなこと言ってる場合なの？違うよ。ゼーレにはわかるの。あなたが強がってるって。は？多分その力の使い方は知ってても、使うための対価についてはあまり把握してないんでしょ？実は自分一人でブローニャお姉ちゃんを助けられるかわからないんだよね。だからお願い、ゼーレにも手伝わせて、一緒にブローニャお姉ちゃんを助けよう。あなたには負けるわ。よく聞いて。私はこの武器独自の力を引き出せるか試すから、あなたは私に合わせてその力を感じ取ってお姉様に流し込んで。わかった、頑張るね。じゃあ始めるわよ。The girl closed her eyes and followed the guidance of the other voice in her heart. She felt Bronya's vitality in her arms and noticed a strange but familiar power nearby. She weaved her power into a thread that connects the two. お願い、絶対に成功して。あとは頼んだわよ。もう一人の私。The little callbacks to the Ciel cutscene were nice. Bronya lost consciousness once again, but Ciel sensed that it was just drowsiness caused by excessive fatigue. よかった。ブローニャお姉ちゃん、もう大丈夫だよ。ありがとう、ゼーレ。ゼーレ。 The girl couldn't hear her own inner answer for a long time. もう一人の私、大丈夫？もう一人の私。うるさい。大丈夫よ。びっくりした。私も知らないうちに疲れてたのよ。この黒煙略化が消費する生命力とでも言うの？何にせよ、その対価は確かに私が想像していたものと違ってたわ。でもところで、さっきはかなり焦ってたようね。そうだよ、次はこんな風に脅かさないでよね。待って、はっきりと認めたわよね。なんて答えたらいいかわからないじゃない。Yeah, she doesn't get flustered like you do at the idea that she cares about people. 聞こえてる？ゼーレ。はいはい、わかったわ。
ゼーレの言うことを聞くわ。これからは。待って、あれは何？ Uh-oh. That doesn't look good. ちょっと冗談よね、ボス頭。あれって私たちが第二次崩壊の時に見たものじゃないわよね。エネルギーの指導とモニターの反応から見て、あれは確かに心音結界だ。いや、正確に言うと心音結界に似た約束の力の使い方だ。キアナ、今すぐみんなを連れて逃げなさい。その歯車に触れたらおしまいよ。光の膜が破られた後の防御措置なのかはわからないけど、その中にある虚数の種を中心にして外に向かって急速に広がってるわ。ゼーレ、ロザリア、リリア、まだ走れるRosa could barely support her body with her greatsword. さっきブローニャにエネルギーを渡したからもう力が出ないわ。リリアはもう寝ちゃってるけど、なんとか背負いながら歩けてる。でもゼーレとブローニャは。In Sail's arms, Bronya is breathing steadily, but she still showed no signs of regaining consciousness. 大丈夫、ゼーレ、ブローニャお姉ちゃんを抱えられるよ。どうしよう。みんな戦う力は残ってないのに、あの歯車の広がる速度は少しも衰えない。何か方法はないの？少なくとも跳ね返せるような方法は。Kiana tried to hold the greatsword in her hands, but the power is still out of control. まだ力が回復してない。Everyone was silent for a while. The twisted gears were rapidly expanding and drawing near. All of a sudden, a roar pierced the air. あれはハイペリオンに搭載されている突撃艦？テレサ、いつの間に出て行ったの？それもありだ。テレサさん、君が近くまで行っているなら、早く地上にいる人たちを突撃艦に乗せてそこから離れるんだ。いいえ、博士、撤退という選択肢はないわ。テレサ！ブローニャは悪戦苦闘したばかりで力を使い果たしてる。それにこの歯車の広がる速度、空中から撤退しようとしたらより大きなリスクを伴うわ。博士、前に行った約束に関する実験を覚えてる？あんたまさか。みんなも思いついたはずよ。私が心音結界を使ってあれと同等の約束の力を出せば、キアナたちは危機を脱することができる。テレサ、待ちなさい。その方法は確かに理論上はうまくいくわ。でもテレサさん、心音結界がほぼ融合戦士のようなものである君にとって何をもたらすか知っているはずだ。知ってるわ。第二次崩壊の時に一度経験したもの。あんたあの虚数の種を見た？あれに相当する力なんて絶対に死ぬわよ。そうかもしれない。結界を展開した後は崩壊エネルギーを動力源とする艦のエンジンを停止する。僕たちでさえハイペリオンから遠隔操作できない。知っているわ。どうやらもう君を止めることはできないみたいだね。理解してくれてありがとう、博士。The assault ship soared higher towards the Nihilist seed. The radio signal grew weaker until it disappeared. It's so quiet around here, only a monotonous mechanical hum can be heard. 2000.
Shixal HQ. キアナの写真を一緒に撮ってくれてありがとう。テレサちゃん、あの子すごくあなたのことが好きなのよ。The last time I had a good chat with her was a peaceful afternoon. Sitting on the bench, they watched a father and daughter playing together in the distance and chatted for a while. セシリア、あなたが以前申請した極東支部学園プロジェクトが承認されたわ。そうなの？本当によかった。でも次からはもう少し慎重にプロセスを踏んでちょうだい。例えば今回の資料にはプロジェクトの優先順位が具体的に記載されていなかった。私が注意していてよかったわ。じゃないとファイルの山の中にずっと埋もれていたかもしれないわよ。あら、本当にありがとう、テレサちゃん。あなたも学園プロジェクトを随分気にかけてくれているのね。当たり前でしょ。あなたの願いだもの。そうでしょ。キアナは毎日成長してる。早くしないと彼女はその学校の生徒になれないわよ。じゃあもう一つの願いを叶えるのも手伝ってくれるかしら。どう？テレサちゃん、私の学校の先生にならない？それはやっぱりやめておくわ。私があら、そんなことないわよ。私は子供が苦手なの。そのうちの一人二人は私は同じ年齢だと思うはずよ。Oh, Teresa. そうかしら。私はぴったりだと思うわ。キアナもあなたのことが好きなんだから。私は本部に残るわ。あなたはきっといい先生になる。それにあなたたちの娘は他の子より少しやんちゃに育つはずよ。私の手には負えないわ。あら、褒めてくれてありがとう。褒めてないわよ。でも大きくなったらおとなしくなるかもしれないわよ。彼女のお父さんみたいにね。ジークフリートのどこがおとなしいのよ。Yeah, I was about to say. The two kept joking with each other. でもセシリア、どうしてこんなに急いでバルキリー学園を設立しようとしているの？キアナのためかしら。それは違うわ。むしろ彼女が将来バルキリーになりたくないって言ったら私はその方がいいと思うの。実を言うと学校の設立についてはずいぶん前から考えていたのよ。ずいぶん前から？あなたも知ってるように私は小さい頃から戦士になる訓練を受けてきた。崩壊に関すること以外世界について何も知らないジークフリートに出会うまでは。私たちが初めて会った時に起こったことをあなたも知っているでしょ。まるで夢から覚めたようだった。戦闘以外にあんなにカラフルな世界を体験できるなんて。そしてあの経験は私のバルキリーとしての人生に新たな原動力をもたらしてくれた。だから私は全く違う支部を作って当時の私が惜しくも逃してしまったものを学生たちに与えたいの。プライベートルーム、美しい中庭、おいしい学食、一緒に授業を受けて一緒に遊び、さらには一緒に授業をサボる仲間がいる。私は彼女たちが戦士になる前に人として自由に世界と関わってほしいと思ってるの。そういうことなのね。どう？心を動かされた？先生も同じようにさっき言った内容を享受できるわよ。私はそんなに簡単には釣られないわよ。でも青春に満ち溢れている学園なんて本当にあなたらしいわ。あ、そうそう、青春といえば
学校には大きなプールが必要よ。だったら海辺や島に建てればいいじゃない。夏になれば遊びに行けるわ。あ、外で遊ぶだけじゃなくてクレーンゲームやゲームセンター、遊園地も必要だと思うの。それは勉強に影響するんじゃないかしら。そう？週末にだけ解放するなら考えないこともないわ。確かにその方がいいわね。実は私は彼女たちに自分の生活を持ってほしいの。職業や責任とは関係なく自分自身をより幸せにするための生活よ。天命のバルキリーだとしても彼女たちは自分の目で自分の歩幅で確実に様々な角度からこの世界を知るべきよ。いつの日か彼女たちには自分で運命を決め自分が守りたいものを自分で選べるようになってほしい。彼女たちが美しい世界を守るために戦うといった時に美しい思い出が浮かぶようにその意味を心から理解できることを願ってるわ。そして私たちはその証人となり守るのね。ええ、そうよ。テレサちゃん、必ずしも先生になる必要はないわ。突然どうしたの？でもたまには時間を見つけてキアナや彼女のお友達に会いに来てね。その時になったらきっと驚くはずよ。期待してるわ。でもそんな変わった学校に極東支部附属学園なんて名前は似合わないわよね。他の名前を考えないの？あら、そういえばそうね。なんて名前にしたらいいかしら。ちゃんと考える必要があるわね。じゃあセイフレイヤはどう？青春を代表する名前でしょ。あなたの言う通りだったわ、セシリア。セイフレイヤの生徒たちは信じられないほど成長した。No, not this again! 彼女たちは自分で運命を決め何を守るかを選択できるようになった。離れ離れになっても明日への歩みは止めない。セイフレイヤの生徒はいろんな問題を起こしたけど、あなたの言う通りよ、セシリア。これが私たちとは違う未来。これが私たちが守るべき未来。Teresa took a deep breath. 制約の十字架。私の古い友人。あなたはずっと万能よ。最後にもう一度私に手を貸して。制約の十字架、大霊定格出力、心音結界、抵抗展開。It happened in an instant. The divine key hit the imaginary seed accurately. The chain reaction made all the gears covering the sky lose their power. They broke, dissipated, and collapsed. The power of binding had no effect. Otto's church was no longer guarded by any barriers. Teresa Apocalypse had achieved the expected victory, and paid the expected price. What happened? Did it work? The imaginary seed was broken, and the gears in the sky were fading away. The power of binding was gone. Wonderful. Her vision began to blur, and the sound of wind in her ears gradually faded away. She wanted to speak, but her lips... no, her entire body was numb. Am I... falling? She could no longer feel the wind. The gears that grew farther and farther and the strands of hair brushing in her vision reminded herself of that fact.
Kiana, Bronya, I'm glad that you're all right. What is that? A holy white light shot down from the sky. It didn't feel threatening, but rather reassuring. In Teresa's memory, she had only seen such holy light in one person. Cecilia. After saying the name in her head, Teresa lost all her strength. She closed her eyes and let herself fall into unconsciousness. And fall... And that is the end of Act 1 of Chapter 28. So I do believe that's where we're gonna go ahead and wrap it up. Wrap it up for now. The barrier of binding has fallen. Yes. Got new stuff here? Okay. Rewards! Heck yes. Got new stuff here. A lot of them, in fact. Ooh, I gotta decide which one I want to use for the thumbnail. And then, because I have enough, we're going to do one singular pull here. Oh, I'm so desperate. Bow! Okay, well, I will see you all next time.